久しぶりのささやき雑談撮ってみようと思います。しかもいつもよりちゃんとセッティングをしております。このようにこの場所はそっちに冷蔵庫がおりますので結構うるさいとは思います。あとクーラーつけたまま撮ってます。でも新しい家のクーラーはこの家自体も新しいので割と新しいので、クーラーもなんかすごい静かじゃないですか。どっちかというと冷蔵庫のみたいな音の方がうるさいですよね、多分。なのでちょっとクーラーつけて大丈夫そうであれば、ちょっと今後夏の撮影はクーラーをつけて撮影することも考えております。暑いからね、ちょっと。でも接続詞がおかしいかも。でも今クーラー何度でつけているかというと28度で設定してつけてるんですが、マジとっても快適です。快適なので、その28度でつけることによって多分余計にうるさくないかなと思ってます。その分撮影するときに照明とかつけるので、その撮影の暑さにはちょっと耐えられないぐらい暑いけど、つけないよりマシかなって思ってちょっとお試しでつけております。いつもささやき雑談は、ゆるく撮影させていただいているので、いつもクーラーつけてたんだけど、前の家のクーラーよりかは全然静かでございます。すごく、このオーディオインターフェース、ごめんね、ちょっと今日マイクの風防つけないでちょっと撮ってみてるのでマイク吹いちゃったらごめんなさい。とにかくこのオーディオインターフェースごめんなさいオーディオインターフェースもすごく優秀だから、余計な音がなかなか入らないような感じなのでいいのかもね。素晴らしい。全然映らない自分の手が素晴らしい。はい、そんなこんなでございます。久しぶりのささやき雑談。なんで最近撮ってなかったかというと、やっぱロールプレイで思いっきりガンと見てくれる人が増えたので、ロールプレイをやっぱりもっとたくさん出したいっていう気持ちが大きくあったのと、あともう少し、あとちょっとで登録者1万人に行きますので、それまでちょっとしばらくこの雑な段を一旦封印しておこうかなって思ってたんですけど、ちょっとしばらくぶりに撮りたくなりましたので撮っています。最近のあった出来事の中で一番大きな出来事はやけどをしたことです。やけどしちゃって、先週の日曜日ぐらいにやけどをしてしまって、もう半日
してしまって大変だったなっていうことがあったんですけど、ちなみにそれはこちらです。ここちょっと今見えないけど裏側でなんか結構広範囲なんだよね。でも傷跡になってるのでそんなに黒くはないんですけど、ちょっとあんま見たくない方は目をつぶってくださいね。ただこの腕の位置がなんか見せにくい位置にあるんだけど、どうやったら見せられる？こうわかるかな？こうやったらわかるね。ちょっともう色が濃くなっているところ、この範囲全部やけどです。めっちゃでかくないですか？はい、もう見せないよ、大丈夫。もうやけど治ってきているのでよかったなって感じなんだけど、結構でかいやけどをしちゃったのでやばいと思って。しかもやけどってさ、こう指の先っちょとかこうあちってなることはあっても、こんな広範囲にしっかりお湯をかぶったやけどをしてしまったので、人生初でちょっとショックでした大ショック。でも病院には行かず自力で治してます。行った方が良かったかもしれないんだけど、まあ割と広範囲なので。ただやけどの深度、深さ、深度かなが1と2と3みたいな感じであって、1が赤みを帯びてヒリヒリしてみたいな感じで、一応表面、皮膚の表面だけのやけどで、2が、まあ、水ぶくれとかできちゃう表面よりもう少し皮膚の中に入り込んじゃうやけどで、3以上が3がもうなんか一部壊死してしまうぐらい、なんか普通に茶色くなる、赤くなるとかじゃなくて、なんか白くなったり黒くなったりしちゃうぐらいのやけどって書いてあったので、私の場合は多分1よりちょっと上ぐらいだったので、水ぶくれもなかったし、ちょっと範囲は広いけど自分で対処できる程度だろうということで、ちょっとあんま自己判断するのは良くないんですが、病院に行かなくて大丈夫という判断で、最初の方はただひたすら冷やしてそのやけどの進行ってその熱湯をかぶったりとか熱い原因から離れた後も冷やしてないと、そのなんか中で進行しちゃうんだって、こうじわっとなので、思ったより冷たくない、なんかキンキンに冷えてるとかダメだから、思ったよりぬるい温度で思ってる以上に長く冷やすといいよってどこかの誰かが X でつぶやいていて、こう困った時にネットでいろんなところで検索するのが私の癖ですので、まあググりもしましたし、Google で、あとは X でやけどみたいな冷やすとかやけどなんちゃらとかでいろいろ調べて、そういうコメント見て、そうだよなと思って、もうひたすら冷やしてまして、どうにかなったのでよかったですどうにかなったので笑い話になるぐらいの感じなのでよかった。今ね、皮がむけてきてんの。なんか私今まで日焼けとかした後に赤くなった後皮むけしてくる人たちっているじゃないですか。私はそのタイプじゃなかったんですよ。なので
試して見てます。別に皮膚科の先生も美容液塗れとは言ってないです。これは本当に違います。その皮膚科の先生がおすすめしてたのがバイオイルと、あとエンピロンっていうやつ。それは基本的にエンピロンはお医者様の診断とかがないと買えないみたいな感じの、ビタミン A が結構高濃度に入っているものらしいのですが、 Amazon とかでも普通に売ってるんだよね。そう、ただし値段が高い。そうなの。なので、機会があれば使ってみたいなって思うけど、一旦ねバイオイルで対応しています。バイオイルにもビタミン A がちゃんと入ってるということで、色素沈着にいいらしいです。メラニンの生成を抑えてくれるとか書いてありましたので、そんな感じでした。そんな感じで、やけどはちょっと順調には治っているけれども、ちょっと大変だったよってお話。そう、あと最初に言えばよかったんだけど、髪を切りました。でもね、わかんないでしょ、別に長さは切ってないから。ただ今日切ってもらって、綺麗にアイロンしてもらって帰ってきたので、髪の毛がサラサラなんですが、ちょっとサラサラ不具合をなかなかうまく伝えられない。ヘッドホンもしてるしね。そうだから、ちょっとそれに合わせて雑談撮ろうかなって思った次第です。そう、実はこの間別の動画を撮って、でその流れで雑談も一回撮ってみたんですよ、実はね。ただちょっとそれがボツになりまして、なぜかというと、もうなんかいろいろなんかちょっと違ったという、なんか嫌だったからボツになりました。そう、ごめん。はい、そんな感じなんでございます。最近夏暑いので、だいぶくでーっとしてるんですけど、そう、ちょうど7月入りたてぐらいにやけどもしちゃったってこともあるし、あとゲッターズ飯田さんの占いで、占いの本で7月8月はとにかく休息が大事ですって書いてあったので、マジでそれにかまけて、だったらたくさん休みますみたいな感じで、ちょっとゆっくりしてましたね。イオン行ったりとか、あとそうね、そう、ちょっと自分の楽しみのために外出するみたいな感じのもしてるし、あとこの間はお絵かきをしました。そう、動画作りたいって思って、動画のためにいろんなことをするっていうのは結構ちょこするけど、それ以外の趣味、もっと私は結構多趣味なのでそう、その趣味をもうちょっとなんかやりたいなと思って、こ
活動者さんの名前は出さない方がいいとされている世の中ですが、ちょっと私みたいなものが出しても迷惑になるほどの影響力はないんだろうということで、ちょっとだけ出してもいいですか。最初に見始めたのが多分、その GTA ってなんかマーチの時と、あとなんか別のゲームの時があるんだよね。なんか原始的な恐竜に乗ったりとかするやつゲームの名前が出てこないんだけど、そっち系の時にストリーマーの俳優も最近やられているスタンミさんがいらっしゃるんですけど、スタンミさんって方がね、その方と、VTuber の赤身カルビちゃんが絡んだ初絡みした時のその切り抜き動画がおすすめに上がってきて、それを見たのがすごいきっかけで、そういうもうなんかいろんな人がこうごめんね、ごちゃっと集まって、なんか目標に向かってやったりだとか、なんかこうみんなで協力したり、時にはこう蹴落とし合ったりみたいなのを、そのサバナイのその町でだけとかその場所でだけやっているみたいなのがすごい面白いなって思って、それでちょっと好きになってたびたびいろんな人のやつを見てるんですけど、そうなかなかリアルタイムでは見れないから、もう本当に切り抜き資産には本当に感謝なんです。だからちょっと今 YouTube のいろんな動きの上で、なんか AI もあと切り抜きとか、もともとあるコンテンツを再構成してもう一つもまた上げるみたいなのがちょっと規制される方向性になっているのが、ちょっと私の中では必要なことでもあるとは思いつつも、ちょっと不安要素はあるんですけど、本当にね、いろんな切り抜き師さんには本当にお世話になってますので、そんな感じですごい面白い GTA なんですよ。そのスタンミさん、赤身カルビちゃんとの出会いの流れで、そこら辺からどんどんなんかいろんなのを見てきて、今回のやつは、基本的に私の好きな、いろんな人好きなんですよ。もうごめん声でかくなっちゃった熱くなって、そうもうなんかどの箱もみんな好き VTuber、全員っていうか、なんていうの、箱推しなの基本的には。配信者の皆様もみんな好きなの基本的に。個人税とか企業所属とか関係なく結構好きで、ただ今回面白かったのはバニラさんとリリム、魔界のリリムちゃんっていう2人のなんかこうメロメロな感じとか、あとは立花ひなのちゃんといろんな人の絡み、なんかひなのって呼ばれてる V スポ所属の立花ひなのちゃんなんだけど、なんかすごい好きなの。なんかすごい好きなんだよね。なんかめっちゃ何でも笑うし、もうゲラだから、しかも笑い方も豪快で、なんか見ててすごいニコニコするのね。でそのひなのとの絡みで面白かったのが、稲見来君っていう日産寺の
ションとして絵を描いて、なんかそのゲーム内の本当の映像ではなくて、なんかよりもうちょっとなんかこう状況をイラストに起こして、そのキャラクターをちょっと動かしたりとかして、もっとさらになんかその場面を面白く見せる方たちもいらっしゃって、そういうのも切り抜き師って呼ぶのかな、それともアニメなんか呼び方は分かんないけど、そういう方もいらっしゃって、またそれで見るその一場面一場面がまた面白いのですよ。そうだからね、なんか流れてきたら何回も見ちゃいます。そうなの。だからおすすめおすすめなんですよ。みんな面白いなーって。そのロールプレイ、私は ASMR の中でもロールプレイが好きだから、GTA 内の一つの街、今回の街の名前はマッドタウンっていう街の名前だったんだけど、そのマッドタウンの中でこう普段とは違う、もちろんその自分もね、その方々の素ももちろんちょっとこうムクムクっと前に出てくることはありますが、ロールプレイとしてね、オタクになりきっている人もいれば、なんかそういう、なんだろう、今回はコンセプトカフェとかで、メイドカフェとか羊カフェとか、あとキャバクラホストみたいなものがイベント的にこう行われていたので、その中でこうあくまでロールプレイとしてね、普段は絶対にそんなこと言わないキャラクターであるはずだってみんながわかる中でも、なんかこうその場に必要な、その場で求められているキャラクターにこう自分を落とし込んでロールプレイしている姿がすごい面白くて、なんか見てても面白いのよ。自分がやる側じゃなくたって面白いわけです。いや本当になんかいろんな人に感動したんだけど、そのさっき名前を出した稲見来君って方、2時3時2時3時の VTuber なんですけど、なんかね、羊カフェでもホストでもなんかよくもまあそんなにスラスラとその場にめちゃめちゃ適切な、しかもなんか神がかったようなこう言葉がスラスラ出てくるなみたいな。しかもいい声なのよ。なんかすごいいい声なの。もうマイクのりいいですねみたいな、すっごいいい声なんですよ。そうだからそれがね、なんか見ててニヤニヤするし、なんかほんとなんか見ながら拍手しちゃったすごいと思って。そういう楽しみ方もありますので、ぜひ見てください皆さん。そうこんなねオタクなので、私は昔からずっとオタクなんだけど、こう年を重ねてくると、昔見てたようなラブコメみたいな青春キラキララブコメとか
最長男子に愛されすぎてやばいみたいな、なんていうの、なんかそういうなんじゃん、なんかそういう漫画とかあるじゃないですか。学生もののなんか題材が高校とか中学とか、あとはなんかこう若い恋愛みたいな、そういう題材のものを見る機会ってなんかなくなるのね、やっぱ。自分が高校生とか中学生だった時はそういうの見てキャーみたいないやーみたいな感じになってたけど、でもさすがにもうこんなに年が上がってくると、なんかそれをわざわざ見ようと思わないのね。なんか見てる人もきっと いると思うんですけど、私の場合はそう見ないようにしようとかそういう意識してそうなったわけではなくて、なんか自然となんかやっぱ見るものは変わってくるわけで、そう昔はきっと好きだったような本とかも徐々に見なくなったりもするわけですよ。だからそういうね、なんかこうみたいなみたいな、そういうテンションのものと久々に出会った気がして、なんかもう本当におばさんなんだけど、なんかこうときめきを思い出したっていうか、なんていうの、そのリアルな人間同士の恋愛のときめきというよりかは、なんか二次元のそういうなんていうの、俺様キャラとかのセリフをこう言ってる感じの、そういう感じになんかこう湧く感じ、湧くいやーみたいな、キャーそんな感じの気持ちを思い出しましたので、なんかそれを思い出させてくれた今回のマッドタウンには本当に感謝をしております。すごい、私ってこんな気持ちまだ残ってたんだと思ってなんかオタクではあったけど、元からなんか俺様生徒会長みたいな、そういう系、まあ確かに昔は好きだったなみたいなそう、それを思い出させてくれました。いいなってなんか思った。なんかそれつながりみたいな感じにはなるんですけど、つながってはないんだけど、私あんまり恋愛バラエティとか見ないので、最近人気の今日好きみたいなやつ見たことなくって、でもただやっぱ上がってくんのよ YouTube とかは違うな、X を見てるともうなんかおすすめに上がってくんのよ、4コマ漫画みたいにして最近あった最終回を迎えたんだよね多分。で最近あった映像をなんかスクショなんだろうけど、あんま良くないんですよそういうのは、良くないって分かってる。でもやっぱ見たらなんかうわ素晴らしいみたいな気持ちになったので、あんま詳しくは言わないとくねなんかその10代とか20代前半とか、とにかく学生の頃のそういう恋愛みたいなもの、そういうのって、まあ、実際先のことを考える人もいると思うよ、いる
しい新曲でございますけれども、ブルージーンズって曲で合ってますか？ちょっとごめんね、大好きなんだけど、なんかしっかり大丈夫かなみたいな感じで、そんなにしっかり曲名を見てなくて、ただ MV が、ミュージックビデオがやばくないですか？やばいよね。なんかそれもこうなんかキラキラしててやばかったの。やばいなーってなった。うわーみたいな、なんかそう、その MV の YouTube のコメント欄でみんな嫉妬に狂っちゃっててなんかすごいコメント欄も面白かったんだけど、私は私でなんかこう、こういうなんていうの、それもね、ゆりとジス、ごめん、私みんなのこと大好きなのにジスのことがちゃんとジスなのかジソなのかしっかりと分かっていないっていうことに今ただ申し訳なさを感じているんだけど、その2人が、MV の中で男の子との絡みがあるので、なんかそれ見ててなんか祈っちゃった。なんかなんだろう、尊い感じ。やっぱそれもまだ大人、子供ではないよ、もう子供ではないし子供でもあるし、大人ではないけどでも大人でもあるみたいな、その曖昧な年代のその男女のキラキラした感じなんかもうなんか尊いと思って、尊いしとっても羨ましい羨ましいと思ってすごい祈ってしまった。いいなって昔ちょっと話した気がするんだけど、私ちゃんとまともな恋愛してこなかったね。まともな恋愛っていうか、あんましてこなくて、ああいうキラキラした感じあんまなかったので、すごい羨ましいなって思うし、もうこの今の年齢ではああいう感じはもうね出せないの。なぜなら結婚とか子供とか将来とか健康とかそういうのをもう考えざるを得ないこうステージがね違うから考えざるを得ない年齢だし、年齢を考えなくてももう勝手にこう体にガタが来たりとか、勝手にこう次はこのお金が必要だなとか、なんかこう現実がこう勝手に目の前に迫ってくるので、そういうもんじゃんだからもう二度と経験できないそのキラキラした感じがとても尊いこれはね、悲しくてなんかうるっとしてるわけじゃなくて、素晴らしいなって思ってうるっとしてんの。そうだから若い子たちにはそのキラキラしたこの若さを幸せなことに向けて幸せに生きてほしいと思いました。はい、すいませんね。私の動画見てくれてる方ってあんまりその年代の子いないんだけど、私と同年代の人が一番多くて、そこまで若い子はいないんだけど、なかなか難しい世の中なので、こうネットで見て病んだりとかする人もたくさんいると思うから、そんなね悲しい気持ちになることに使わず、もっとこうすごいんだぞって若いってだけで尊いことなんだよっていうのを知って
スとか持ってないんだけど、これはねなんか買ったんだよ。ちょっと大好き。こういう色です。赤っぽすぎずピンクっぽすぎずって感じの、私の中ではちょうどいい。色がつくのを見せた方がいいのか、それとも塗ってる音を取った方がいいのかどっちがいいんだ。こうやってちょっと今日はiPad を外部モニターとして接続してない上に画面がちっちゃいのでちゃんと濡れてるかわかんないんだけど、で帰って外側ぼかして、これはフィンメル、もう売ってないかもしんないんだけど、だいぶ昔に買ったから、てかだいぶ昔にやったやつはさっさと捨てるべきなんだろうけど、コスメって捨て時わかんないよね。でこっちはね、リンメルはねこんな色なの、結構ちょっとかわいい、こんな感じです。でこれをちょっとこの小さい画面じゃなかなか見えないんだけど、内側だけにちょっと難しいですね。ちゃんと濡れてるかわかんないな。そう、こんな感じで内側に濃い色をちゃんと塗ると、私リップに合わねえなってずっと思ってたんだけど、まあ一番リップが似合うのは多分30超えてからだと思うよ。年齢についてあんまり研究はしないっていつも言ってるんだけど、多分リップがしっかり似合うなってなるのは多分30超えてからだよって私は思います。ほらね、全然色違うじゃん。やっちゃったな。ずっと唇に色ないまま喋った。あらら、おっと。はい、そんなこんなでごめんね、今日はやけどの話と髪切ったよって話と私のウォータークな話でございました。ごめん、なんか今モニターずっと見てた。はい、みんなも楽しく自分のできる範囲でオタ活していこうね。ということで今日もありがとうございました。いろんな動画をこれからも見てくれると嬉しいです。